イニャラマッシュです。ということで今回もスクバスやっていくんですけど、今回はこちらですね。環境チェックということでやっていきたいと思います。はい、ということで、スクバスの攻略サイト、スクワットトラックを見させていただきながら、ここ最近でなんか使われ始めてるパワーとかキャラクターとか、そういったのがいないかとか、いろいろ環境調査、ざっと見ていければなと思います。こちらのスクワットトラッカーについては、先日動画でも投稿しましたので、そちらもぜひ確認してみてください。また、このサイトの URL と、そして作成者の X などは概要欄の方に入れておきます。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということで環境調査やっていきましょうか。スクワットトラッカーのこちらのメタスタッツってところですね。こちらのページを見ながら、直近で使われたキャラクターがいるかいないか、その辺ね、ちょっと確認していきましょう。で、期間の方は、転選手ですね。8月24から8月31の部分と、そして9月1日から9月7日、画面の右左で分けていますので、ちょっと見にくいかもしれませんが、はい、やっていければと思います。ということで、まずサブキャラのね、使用率見ていきましょうか。スクバスで 1.0 から引き継がれてると思うので、基本的にバーバリアンとかシェリーとかね、めちゃめちゃ使われてるとは思うんですけど、こちらのこの縦の項目ですね、多分直近で使われたパーセンテージをね、表示してると思うので、はい、ここをちょっと見ながらやっていければと思います。なので、先々週も、そして先週1週間ですね、9月の1から9月の7日の方も、バーバリアンはこの 1.27% とかね、ポイントを落としてると思います。やっぱりスクバス 2.0 になってからバーバリアンっていうのは、ファイターのほぼ専属キャラクターみたいな感じになってるので、使用率はね、減ってると思いますが、そんな感じでちょっと、見ていただければと思います。おそらくね、そういう見方で合ってると思います。で、カウントの部分は多分ね、これまで使われてきた数なんで、どっちかというと上昇傾向っていうところがあると思うんですけど、多分ね、こっちの方を見ていければいいと思います。ちなみにこれなんて読むの？ユーセージって読むの？カタカナ読みがっていうところですから、はい、やっていきましょう。で、まずこの期間として押さえておきたいのが、8月の31と、そして9月の1日をまたいでっていうところがあるので、この右側の方っていうのは新環境っていうかね、新しくスクワットリーグリセットされましたので、プレイヤーの質が変わってるというかね、また新しいプレイヤーがトロ上げをし始めると、そのプレイヤーとね、前のプレイヤーで使っているキャラクターとか編成とかが変わってくる可能性があるので、そこでちょっとガラッと変わってる可能性があると。そして直近で言うとソニックイベントですね。はい、ソニックイベントがあったので、イベントを遊べば普段使われてないようなディガーとかね、アイスウィズとかあんまり使われてないと思うんだけど、そういったキャラも強制的にラインナップに入れさせられるっていうのがあるので、そこら辺のなんかポイントの変化っていうのはね、あると思いますが、はい、見ていければと思います。で、パッと見で確認できるのは基本的にやっぱ強キャラが使われ続けてるなっていうところで、旅商人がポイントを増やしている。そしてポコがポイントを増やしている。そんなところですよね。マックス、ダイナマイクもポイントを増やしてるしっていうところがあると思います。で、B とかやっぱね、徐々に使われてなくなっている傾向があるなっていうので、下方修正、弱体化っていうのが続いているトレンドですから、B とかは使われてないと。で、ウィザードとかはガンガン上がってきている。そういうね、基本的な直感でわかると思いますが、このキャラ強キャラだよねっていうのがね、増えてると思います。で、個人的に気になったのが、テイルスですね。テイルスはこれ多分ね、使用数がそんなにまだ多くないから、ポイントの変化っていうのがね、ない感じなのかもしれないですけど、結構ね、テイルス編成入れてる人を見るんですよね。スクワットリーグ遊んでても、真っ白のこのトロタイ付近だけの話なのかちょっとわかんないけど、ちょっとね、テイルスっていうのは目に見えてポイントが増えてないキャラクターではあるんですけど、総合的に使われた数っていうのは結構ね、増えてるので、登場してから結構ね、サブキャラとして使われ始めてるんじゃないでしょうか。そしてね、ソニックイベントで、またさらにね、その前回コラボの時に取り逃してた人とかも使い始めると思うので、はい、テイルスっていうのはちょっとね、また注目ですね。この来週またこの同じような動画を撮った時に、どれくらいポイントを増やしてるかっていうのもね、また見どころでございます。で、このニタとかネクロとかパムとかこの辺もね、ソニックイベントの影響だったりとか、あとはスクワットリーグのね、期間が終えて、このサモナー中心に使ってた人とかが変わったのかなとは思いますけど、ネクロマンサー1個順位上がってるね。ネクロマンサーとパムの位置が順位1個上がってるので、ここちょっと気になるな。ネクロマンサー隠れ優秀というか、サモナーではやっぱ入れるべきキャラなのかな。確かにちょっと使ってる人見かける。ネクロマンサーは。ここちょっと注目かもね。ネクロマンサー意外と使ってみても面白いかもしれないです。パムを追い越しての、使用率が上がったというところで、はい、面白いデータだと思います。で、あとは、ポコと衛星兵ですね。個人的には、ポコっていうのはね、着実にポイントを増やしてる感じ、使われ続けているっていうところがあると思うんですけど、衛星兵ですね。衛星兵はやっぱり、召喚系キャラの延命っていうところができなくなってから、意外と伸びが悪くなってる感じはするよね。使われているキャラではあるけど、
225K っていうところを見る限り、めちゃめちゃなんか使われてる感じもないなっていうか、ちょっと落ち着いてる感じありますね。この辺はちょっとポイント増やしてるけど、先週1週間においてはそこまでっていうところもあったりすると思います。そのあたりがちょっと個人的に見てて面白いなと思いました。ヒーラーはやっぱポコなんだなっていうのと、ネクロマンサーがじわじわ上がってきている。そしてテイルスもね、着実に使われているキャラ、サブキャラになってるなっていうのは感じるので、そこら辺ちょっとね、注目して見てみると、遊んでみると面白いかもしれません。あとはいつも通りの強キャラたちがね、しっかりと使われ続けているっていうのはありますね。で、次が、パワーのところを見ていきましょうか。さっきはサブキャラだったんだけど、次はパワーバージョンというところでどんなパワーが使われているかっていうところをね、チェックしていきましょう。ブレイジングライトが圧倒的ですね。ブレイジングライトマジでめちゃめちゃ使われてるから、もうこれテンプレだよね。普通に。もう1個はブレイジングライトで固定しとけば安牌というか、ブレイジングライト使っておかないとっていうところあるんでね、今の環境ブレイジングライトはすごいなと思いつつ、次が、クローンニワトリですね。クローンニワトリは先週1週間なんかポイントは落としているものの、使われた数でいくと、先々週に比べてコインストックよりは使われているっていうところがあるので、そこがちょっと面白いポイント。どうですか？クローンニワトリ。確かにね、使ってる人増えてる気がする。増えてる。なんかね、スパイクとかにもね、入れてる人を結構ね、見かける。スパイクアチャクイって結構ね、メガファイボとかタル爆弾とかあっち系だよね。あっち系入れてるのがなんか、イメージとしてやっぱ強いと思うんですけど、最近なんかクローンニワトリも確かに見るっちゃ見るなっていうところで。で、コインストック、でも2位、3位なんでね、2番目、3番目に使われてるパワーなんで、別にそんなに使用率にめっちゃ変化があるかって言われたら、もう僅差だとは思いますけどね。はい、っていうところで、他は、パワー戦車とかの並び順は基本的には一緒か、スニークストライクとかも一緒で、個人的に気になっているのが、これですね、スケルトンバレル。これもね、結構、ちょくちょく YouTube 動画とかでね、見たりとか、あと、試合やってもね、スケルトンバレルの使用率ね、増えたなと思ってて、結構使ってくる敵多い。これもね、また動画作りたいなと思ってるんですけど、強み、まだね、真白全然使ってなくて、強み弱みはっきりしなくて、一個強いポイントとしてはね、ノックバックが無駄にでかいんだよね。めっちゃ後ろに押し戻されたりして、なんかそこだけちょっとね、強いのかなと。あと、スケルトンがコインに変わったりするっていうのもあったりして、なんか使いやすいのかなと。で、よく見るのは、ロアキンとスパイクかな。やっぱりサボテンボム投げたりとか、デリバリー投げたりっていう、この動作が一緒似たパワーっていうところがあるので、使われてるのかなと思います。これもね、ちょっと使ってみて面白いパワーかもしれません。最近ちょっとね、よく見る一つではあります。あとはそんなにかな。使用率でいくと本当ね、ビビたるところだと思うので、特にね、この辺のやっぱポイントが減ったり上がったりとかしてても、そんなにね、影響はないかなと思います。使った回数とかもね、ほぼ1桁とかだと思うんで、なんか強いのねえかなと、一回は試してみるかって試した結果、そんなに強くなかったっていうのがね、この辺のオチだと思いますが、使われてほしいですね。個人的にでもね、最近注目してるのはね、巨大タレットですね。これが結構良かった。一回ざっとね、動画で取り上げたんですけど、スパイクと組み合わせてみて結構ね、良かったりとかしたんで、巨大タレットに関しては動画取り上げてみたいなと思っていますし、結構強いんだよね、これ。っていうところで、ポイントは一応は増えているところなのかなと思います。でも先々週はちょっと使われてないかっていうところで、誤差だとは思いますが、はい、その辺が気になるポイントかな。一番やっぱスケルトンバレーでね、使われた数っていうのがね、増えてると思うので、ちょっとね、注目しています。2週連続で、なんかポイントを増やしてる気がしますね。あとヒールパックか。ヒールパックも結構増えてるね。これ使った回数で49回ポイントが増えてるんで、先々週は7回しか使われてなかったのにっていうところでね、はい、結構増えてると思いますが、ヒールパックもね、徐々に使われ始めてる。結構回復力やっぱでかいんでね、そこでヒールパック使われて回復されたっていうのね、あったりするんで、アチャクイとかスパイクだとね、他でご利用しできたりするんで、そこのね、やっぱ差をつけるポイントとしてはいいのかなと思います。で、最後ラインナップざっと見ると、この辺ちょっとね、まだ見方がちょっと詳しくなくて申し訳ないってところあるんですけど、ユーザーが変わってるからね、その、リーグがリセットかかって、プレイヤーの層が一気にガラッと変わってるんで、この辺ね、結構変わってると思いますが、初期サブキャラのところだね、注目していきたいので、やっぱりね、レオンマックス強い。レオンマックス、ブレイジングライト、コインストック。この辺マジでね、もうどこ見ても一緒だよね。どこ見ても一緒なんで、先週、先々週と引き続き、やっぱ強いコンビなんだなと。そしてあと、ウィザードね。ウィザード入れてる人も結構いるっていうのがあるので、ちょっとこの辺は参考にして、白も一回試してみようかなと。そして試してる途中であります。アチャクイで、この編成か。
アチャクイレオンマックスのブレイジングコインストック。これもね、やっぱ強かったのと、確かに強いなっていうところがあったんで、そこも取り上げていきたいですね。はい、っていうところで、この辺はね、もう純粋に、なんていうの、そのまま編成を試してみるっていうのが一番だと思います。もうソニックレオンマックスのブレイジングコインストック。もうこれも純粋にはめ込んで、で、サブキャラはどうするかっていうのはちょっと考えないといけないんだけど、ちょっとね、使ってみるっていうのがいいと思います。はい、っていうところで、サブキャラは別に見ても、やっぱり、レオンマックス、レオンウィズ、そして、ラフス、その辺がやっぱ一番ですかね。めちゃめちゃ使われてるね。レオンマックスっていうのはやっぱ強いんだね。足が速いっていうのは。足が速いっていうのとやっぱスーパーレアキャラを最初から取れるっていうのはやっぱ強いんだなとは。はい、思いますが、その辺もちょっとまた動画で取り上げていきましょう。で、パワーに関しても、クローニアトリが確かに入ってきてるっていうのと、スケルトンバレルね。スケルトンバレルがこの辺でちょっとね、インしてきてるっていうのはあるよね。先々週だと、2個インしてるんだけど、先週は3個インしてるっていうところで。でも先々週の時点でやっぱね、2個インしてるっていうところがあるんで、スケルトンバレルはちょっと注目だね。で、巨大タレット使ってる人いるね。この巨大タレットスケルトンバレル編成結構尖ってるくない？結構尖ってるし、面白そうだなっていうので、ちょっとこの辺もね、真似してみたい感じではありますが。ちょっとこの辺注目だよね。やっぱスケルトンバレルとか、こういう、なんていうの、ちょっと変わった感じで攻めてくる。ヒールパックとかも結構上位に来てるっていうところがあるんで、来週また動画撮った時に、スケルトンバレルがどこまで上に来ているかっていうところもね、ちょっと注目ですので、ぜひね、皆さんも、はい、使ってみてはいかがでしょうか。基本的にはこのグローバルランキングのトップ1000からデータを取ってきてると思うので、上位プレイヤーはこういうの使ってたりとか、スケルトンバレルでの戦術が出てきたりとか、そういったところがね、あると思います。はい、ということで今回は、スクワットトラッカーをね、見させていただきながら、環境変化っていうのをちょっと探ってみました。ちょっと新しい動画の企画というところで、はい、ただただスクワットトラッカーを眺めていく感じにはなりましたが、またね、今後やっていくうちにサイトを見ながらね、環境変化、先週はどうだったから今週はこうっていうのがね、言えるようになっていければと思いますが、皆さんなんか気づいた点とかありましたら、ぜひコメントの方でお待ちしております。今週のやっぱポイントとしては、スケルトンバレル。そこがやっぱちょっと強そうだよね。これだけ使われている数が増えているっていうのは、なかなかないし、バランス調整もやっぱね、1ヶ月くらい来てない中でのスケルトンバレルがじわじわ上がってきてるっていうところは、やっぱ何かしら強みがあるっていうのがね、あると思うので、ちょっとその辺気になるし、スケルトンバレル使ってみて強いなと思った方はぜひね、この編成、どのヒーローと組み合わせるとか、どの場面で強かった、どのサブキャラと組み合わせると強かった、なんかそういったところがあればぜひね、コメントで教えていただけると非常に助かります。そしてね、また動画でも取り上げていくので、ぜひお楽しみにということで、はい、皆さんも環境変化、しっかりとチェックしながらね、9月シーズンまだまだ始まったばかりですので、取り上げね、頑張っていきましょう。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録でぜひ応援よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。